電子レンジで簡単に作れるもちもちのバター餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は電子レンジで簡単に作れるもちもちバター餅を作りたいと思います。皆さんバター餅ってご存知でしょうか？バター餅って秋田県で食べられている郷土菓子で、バターと卵が練り込んであるお餅になります。しかも電子レンジだけで簡単に作れるレシピになってます。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。切り餅、牛乳、お砂糖、卵黄、バター、片栗粉です。今日はこちらの材料でバター餅を作っていきます。そうしましたらこの切り餅を小さくカットします。お餅が硬いので手を切らないように注意してください。だいたい1センチ角ぐらいの大きさにするといいかなと思います。このように切り餅をカットしてください。はい、そうしましたら耐熱のボウルに切った切り餅を入れてください。ここにこちら分量外ですが大さじ2のお水を入れます。ここにふんわりとラップをします。これを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分経ちました。でラップを取ります。先ほど入れたお水が少しね余ってるのでこちらを一旦捨てましょう。そしたらこの柔らかくなったお餅を練ってひとまとめにしたいと思います。かなりねもう柔らかくなってるのでこうやってゴムベラなどで練ると練りやすいかなと思います。で最初は少し分離してるんですけどこうやって練っていくうちにひとまとまりになっていきます。はい、このようにひとまとまりになったら OK です。でここに牛乳とお砂糖を加えます。はい、そうしましたらこのままレンジで1分加熱します。はい、お砂糖が溶けていれば OK です。そうしましたらまたゴムベラで牛乳とお餅がなじむまでよく練り混ぜましょう。最初はこうやって全然混ざってない感じがするんですけどこれを続けているとしっかりと混ざって柔らかいお餅になっていきます。こうやってぐるぐるって混ぜるとだんだんこうやって混ざっていきます。こんな感じでね徐々に混ざってきました。このようにひとまとまりになりました。柔らかさ的にはこんな感じです。ビヨーンと伸びる感じですね。でここに卵黄とあとバターを加えます。でこれをさらによく練って混ぜましょう。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、ではここに片栗粉をふるって加えます。はい、そして最後これをよく混ぜ合わせます。こんな感じでもちもちに仕上がりました。はい。でそしたら最後にラップをして、はい。でこれで1分加熱します。で最後にもう一度よく練り混ぜます。すっごい柔らかいですね。はい。最後に仕上げて加熱するとより滑らかなバター餅に仕上がります。はい、これで OK です。はい、ラップを敷きます。ここに片栗粉をこうやってまぶします。こちら分量外です。お餅をのせます。ラップで包みます。はい。でこれで形を整えて扱いやすい硬さになるまで置いておきましょう。はい、こんな感じで時間が経って切りやすいぐらいの硬さになりました。そしたらラップを取ってはい、それでは食べやすい大きさにカットします。でカットするときは包丁にこうやって片栗粉をこうやってつけておくとくっつきにくくなります。ではカットしていきます。綺麗に切りたい時は端っこを切り落としてください。あとはお好みの大きさでカットしていきます。はい、こんな感じでカットしました。そうしましたらこちらお皿に盛りたいと思います。はい、
これでもちもちバター餅の完成です。こんな感じに仕上がってます。柔らかくもっちもちに仕上がりました。ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。ということで早速いただきたいと思います。こんな感じですっごい柔らかいです。はい、ということでいただきます。すっごくもちもちです。口の中にこうまとわりつくぐらいもっちもちですっごく柔らかく仕上がってます。バターの風味がすごい効いてるのでちょっとリッチな甘いお餅になりました。何よりも本当に柔らかいです。もっちもちです。はい、ということで本日も美味しく仕上がりました。で、今回のもちもちのバター餅のポイントなんですけれども、しっかりと滑らかになるまでお餅を混ぜるようにしてください。最初はちょっと水分とお餅は固体と液体なのでちょっと分離してるんですけど、根気強く混ぜていると一つの滑らかな生地にまとまります。で、もし混ぜてる途中で硬くなっちゃった時は一度レンジで30秒ほど加熱してみてください。そうすると柔らかくなって混ぜやすくなります。最後片栗粉を入れた後にもう一度加熱することでより滑らかな仕上がりになります。出来たてのバター餅はすっごく柔らかくて出来たてでも美味しいんですけど、こうやって切って食べるときは少し1時間から2時間ほど時間を置いてから切ると切りやすいです。切るときも包丁に片栗粉をまぶしてください。そうするとお餅同士がくっつかずに綺麗に切ることができます。電子レンジで簡単に作れてかつ材料も手軽なものなのでぜひ作ってみてください。そしてお餅を食べるときは喉に詰まらせないようによく噛んで水分と一緒に召し上がってください。はい、ということで今日は電子レンジで簡単に作れるもちもちのバター餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしているのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。